のだ。いいと思うけど、急にどうしたの？海外のゲーミング部屋作りの動画を見てたらビビビッと来てしまったのだ。もろに影響を受けたってわけね。でもまずは何からやればいいのだ。一旦この幅木を白くしてみたらどうかな。なんとこれだけでもかなり印象が変わったのだ。この流れで白の L 字デスクも購入していくよ。主役級の白 PC 様も自分好みに初自作していくのだ。あとは白のモニターや周辺機器を揃えていけばいいね。おお、かなりいい感じになったのだ。ビフォーと比べるとかなり変わったね。でもなんかあの海外の感じではないのだ。やるのだ。それではこの窓とカーテンの存在がいまいちだと思ったから思い切って板で塞ぐのだ。こういった作業は初だったから DIY に詳しいお隣さん全面協力のもと進めていくよ。ウプ主が何かやってるけどスルーしていくのだ。購入した板をそのまま店舗でカットしてもらってるとこだね。上機嫌で部屋に搬入していく坊主。お隣さんに工具を貸してもらってカーテンレールを外していくよ。窓を塞ぐ板を設置するけど幅木が微妙に邪魔だったから板をその分カットしてぴったり板を設置するのだ。お次は後部照明風にするために板を組み合わせていくのだ。なんとか上段の後部照明構造が出来上がったね。そして白いマステを試し張りして透け感を確認したところで DIY1 日目は終了なのだ。ちなみに後半では完成映像や今回の費用や材料紹介もあるからぜひ最後まで見てくれると嬉しいよ。2日目は主に後部照明構造を進めていくのだ。右の壁は釘がしっかり刺さる箇所が不明だったから、これまたお隣さんの持っていた探知機的なアイテムで釘を刺す場所を探していくよ。そしたら水平器を確認しつつステーを取り付けていくのだ。そこそこシビアな仕方に来る作業で大変だったね。コーナー部分で隙間ができてしまったけど適当な木片を詰めてごまかすのだ。 DIY は多少ミスっても自分たちでどうにかできるのがいいね。この調子で下の後部照明構造まで完成させて白いマステを貼って2日目は終了なのだ。3日目はテープライトのカバーや待望の 3D ウォールパネルの登場なのだ。カバーの土台となるアルミは金の子で地道に切断していくよ。そしてこのような光る面が曲がるタイプの光の粒が目立たないテープライトはあまり安く出回ってないので今回は思い切ってテムで購入したのだ。こういったタイプはコントローラーが付属していないのも多いから別途2000円以下くらいでコントローラーが必要になってくるよ。参考写真だと厚めのテープライトをそのまま貼ってるからテーブルコーナーで隙間ができてしまってるけど今回使用したのは薄めのテープライトだしアルミ土台もちゃんとテーブルコーナーの内側と外側を斜めにカットして取り付けていくからバッチリ OK なのだ。続いては待望の 3D ウォールパネルに取り掛かるよ。しかしここで気づいたのがこのデザインは探した限り海外にしかなく基本謎のサイトだし Amazon も別の国バージョンだったりしたのだ。その中で唯一日本語対応していたのがテムでなんとか手に入れることができたんだよね。だけどここからが超しんどかったのだ。 3D ウォールパネルを貼りたい壁のエリアに合わせてカットするんだね。これだと2枚で1つのデザイン感だったり壁の幅木位置やテーブルの高さなどを考えてそれらを基準にして貼るとしたらカットせざるを得なかったのだ。なんだかデコボコしてるから切りにくそうだね。そうなのだ。しかもそこそこ硬いからノコギリでも苦戦したのだ。っていうかもう夜になってるじゃん。一応前より7時ではあったけどこの時間以降までやってるとうるさいと思うから翌日へとまたぐのだ。いやマジで地獄だこれ。マジで地獄だこれ。マジできつすぎるこの作業。ウプ主もだいぶ疲れがきてるね。やっと終わりました。お疲れ様です。やばいこれ。全部で24点のカットお疲れ様だね。そしてついに楽しみにしていた 3D ウォールパネル設置作業なのだ。両面テープは多めに貼らないと剥がれてきちゃう感じだったから注意だね。しかしここでまた問題発生。壁のコーナーでパネルの凸部分同士が当たってしまいぴったり設置することができないことに気づいたのだ。ちょっと大変だけど干渉してしまう部分を熱したカッターで丁寧にカットしていこうか。室内でやると臭すぎたからまた外でちまちま作業していくのだ。そしてなんとか干渉部分すべてカット完了だね。最高にバッチリフィットなのだ。両面テープをケチったところが剥がれ落ちてたから再度貼り直して LED テープライトを仮設置してついに点灯させてみるよ。ゲーム感ない海外の。あるよ。ちょっとやばいな。うん。絶対した今日。
壁よりお子さんの方に目がいっちゃったよ。とうとう最終日なのだ。ただこの段階でも正直まだバッチリ出来上がるのか不安だったんだよね。こうしてテープライトを仕込んだとしても、あの海外のゲーミングコーナーみたいになるのかどうか不安しかなかったのだ。それでももうここまで来たらあと少し。完成まで突っ走るのだ。で、そんな時にテーブルの裏の配線の絵は地味すぎるのだ。まあでも意外と配線まとめは大事だから必要ないだと思うよ。ちなみにこれはテーブルの縁に貼るテープライトの頭の方で、テーブルの裏からスタートさせることにしたんだよね。テープライトによってはこのように曲がらないタイプのものもあるから要注意なのだ。テープライトを仕込み終わったらカバーを取り付けて、ついに口の光る白デスクの完成だね。全部光らせたら一体どんな感じになるのかワクワクしながらパソコンたちをセットしていくのだ。ウプ主がまた何かやってるね。まあウプ主も頑張ったからこの映像はせめても使ってあげるのだ。それでは完成映像をご覧くださいなのだ。ビフォーと比べるとかなり変わったのがわかるのだ。 L 字デスクの右側は今回あえて何も置いてないけど、あんまり物を置きすぎるとごちゃつくから一旦シンプルめにしたよ。それでは今回動画で使用したものや金額を発表するのだ。パソコンを含む合計30万円着地だけど、壁とテーブルライトだけで言ったら5万円以下という感じだね。ただ今回注意なのが工具の金額が入ってないから、この辺りをどうするかが問題なのだ。部屋や構想によっては工程を減らすこともできるから、そういう感じでどこまで工具が必要か考えて費用を抑えても良いかもね。ちなみにパソコン17万円の内訳というか内容は過去動画でも紹介しているので、そちらもぜひ見てみてほしいのだ。そういえば別のカラーライティングパターンの完成映像も動画最後に用意してるみたいだよ。なんと、じゃあそれで最後を締めるのだ。それでは完成映像2をご覧くださいなのだ。今更キャンプマニアの皆様、お待たせしました。私です。どうも来てしまいました。ね、完成映像2をご覧くださいとかじゃなくて、ちょっと僕のパート少なすぎませんか？こうね、いろいろアピールしてたんですけどね、散々ずんだもんたちにもうスルーされまくって、まあ今に至るって感じですけど、最後の最後に登場させていただきました。まあ、ほんと最後、完成映像2ね、の前にちょっと入らせていただきましたけども、本当に、なんていうんですかね、やっぱりすごいいい感じになりましたね。今ライトアップしてますけど、普通に。でもかなり、まあ普通にそのいい感じになりましたよね。で、僕のポイント、すごいいいところだなって思うのは、特にやっぱこのライト、すごくいいですね。めちゃくちゃ僕は大好き。で、両面テープで固定してるんだけど、めちゃくちゃ固定されてるから、もう何があっても取れないって感じです。すごくいいです。あとはやっぱりこう 3D オールパネルが両面テープかなりケチると結構普通に剥がれてきちゃうから、そこはかなり注意していただきたい。いやまあ、本当にもう動画編集すごい大変で、ちょっとね、月曜日になってるのかな。まあちょっと遅れちゃいましたけども、更新が。本当に久々に皆様にお会いできてよかったと思ってます。本当に疲れた。まあそして完成度2最後ですけど、本当にこの動画、ちょっとライティングの感じ変えたんで、ぜひこの後も見ていっていただきたい。そして、チャンネル登録、高評価だったりね、ハイプをですね、ぜひまた登録もお願いしたいと思ってます。はい。本当に丹精込めて動画作ったんで、ぜひ励みになるので、ぜひ登録だったり、ハイプをお願いいたします。すいません、よろしくお願いいたします。じゃあ行きましょうか、早速。ということで、本当に今回もありがとうございました、ご視聴。じゃあ、お疲れ様です。ありがとうございました。